今回ご紹介するワイナリーは、ソノマコーストにあるフリーマンワイナリーさんです。フリーマンワイナリーさんは、サンフランシスコから車で北に約1時間半、ソノマコーストの南のセバストポルという町にあります。フリーマンさんご夫妻はこの土地を20年ほど前に購入されて、その後いろいろと改築をして、現在のようなワイナリーとして運営されております。現在は白はシャルドネ、赤はピノノワールの他にロゼも醸造されております。フリーマンさんでは栽培から醸造までの工程を基本的に、ご自身でされているんですが、その中心にいらっしゃるのが、オーナー兼、醸造家のアキコ・フリーマンさんとなるわけです。はい、では早速ワインの試飲についきたいと思いますが、試飲はシャルドネが2種類とピノノワールが3種類の合計5種類となります。一番初めは2018年ヴィンテージの涼風シャルドネとなりますが、涼風を漢字で書くと、涼しい風となるんですが、これは、ソノマコーストですね。つまり太平洋からソノマコーストに流れ込む冷涼な風を、イメージして名前に付けられておりまして、ワインそのものは非常にバランスの取れた酸とですね、絶妙な果実味が特徴的なんではないかと思います。2つ目のシャルドネは2017年ヴィンテージのホークヒルビンヤードシャルドネ。これはシングルビンヤードで、畑そのものはですね、ロケーションがシャルドネ栽培には最適な場所として知られています。で続いて2017年 KR ランチピノノワール。これは2015年ヴィンテージまではキーファーランチとしてリリースされていたものの最新ヴィンテージです。で続いて2017年グロリアエステートピノノワール。これは敷地内のグロリアという名前の畑のブドウを使用しています。畑の名前の由来は、この、フリーマンご夫妻が知り合うきっかけになったハリケーングロリアに由来しているということですが、グロリアという言葉にはそもそもう一つ輝くといった意味合いもあるので、その2つを兼ねているのではないかと思います。はい、ではグロリアの畑を実際に見ていただきたいと思いますが、畑は平地ではなくて緩やかな斜面になってますので、作業は結構大変ですね。ただこの斜面を伝う冷涼な風がブドウ栽培に適しているということになるんですが、ここからは、オーナー兼醸造家のアキコさんとのインタビューをちょっとですねご覧いただきたいと思います。ではアキコさん、はい、今日はですね、ソノマにある、はい、フリーマンワイナリーさんに今、来てるんですけども、ちょうどアキコさんいらっしゃったので、ちょっと簡単にすいませんが、はい、成り立ちというか起こりというか説明していただければと思います。はい、私たちのワイナリーは、私の主人がどうしてもワインが好きで、自分でワイン作りたいって申しまして、で2001年に今私たちのある土地がそのままに売りに出ているのを見つけまして、これ買ってワイナリーするんだって言い出したんですね。で私はもういい奥さんとして、あら素敵ねなんて言ってるうちにワイナリー始まってしまって、でもともとワイナリーとして建てられた建物が20年間使われずにあったものを売りに出してらして、はい、で20年前に取ったこのワイナリー、ここでワインを作っていいというライセンスがまだそのままついてたので、はい、新たにライセンスなんかを取らなくていいということで、もうボロボロの状態だったところを買って直しまして、でお金のかかる趣味の延長みたいな形でで自分たちブドウ畑はなくて建物だけだったので、周りのこの優秀なブドウ畑からちょっとだけブドウを分けていただいて、2002年に最初に作ったピノノワールが非常に好評で、でエド・カーツマンさんっていうすごく優秀なワインメーカーさんに最初作っていただきまして、で私がその方に指示して、ずっと学校には行かず実地でお手伝いをしながらワイン作りを教えていただくっていう形で、10年ほど前にその方から受け継ぎまして、私がワインを作るようになって、はい、フリーマンさんとしてのファーストヴィンテージは2002年になる。2002年になるんです。そう、設立が2001年で、はい、ファーストヴィンテージとなるのは2002年が一番初め。そうなんです、ね、でそれを売り出しました2004年という年にアメリカで非常にヒットしたサイドウェイという映画が来まして、それでピノノワブームというのが起こったんですね。で最初に作ったのがピノノワールだったので、それが
いい風にこタイう追いミングよく風を受けてっていう、はい2015年のはいホワイトハウスの晩餐会でもはい使われて、2013年の洋風がはいシャルドネが作られて、そうですねはいであれがちょうど日本でもメディアでねニュースで取り上げられて、そうでしたね。さらなる追い風があるじゃないですか。そうでしたね。これはホワイトハウスのワインディレクターさんって言って、いろんなこのホワイトハウスである会合とかディナーとかでどういうワインを使うかって選ばれる方が、私たちのワインをたまたまワシントン DC のレストランで飲まれて、で気に入ってくださって、それでそういうご縁で突然お電話をくださったのですごいですよね、それもね、突然。そうですね。どちらからオーダーしてらっしゃるんですかっていうそういう感じだったですけれども、それがワシントンポストなんかでも大きく取り上げられまして、はいでホワイトハウスが日本人のワインメーカーが作ったワインを使ったのがそれが最初で、初めていまだに次がまだ出ない状態なので、そういうことでちょっとニュースになりまして。はい、では続いてですね、ケーブの中をちょっと、ご覧いただきたいと思いますが、テイスティングというのはこのケーブの中、またカーブなんていう、ね、言い方もしますが、こちらの中でテイスティングをさせていただく形になるので、今のようなコロナの状況というものが収束すれば、訪問した際にはこの中で試飲をしていただくことができるようになります。今後もですね、ナパやソノマのワイナリーを、順次ご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。